空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、5月の21日水曜日、はい、ということで、今日やることはですね、看板ですね。はい、看板、看板撤去、カルプ文字が撤去で終わりましたんで、今日はですね、アルミ複合板というものをちょっと持ってきましたんで、廃材で、それをですね、ちょっと研磨して白塗り塗装、はい、まずしていこうかなと思います。はい、それと、毎日のモーニングルーティーンで、メルカリに出店する写真を撮って、はい、出店したいと思います。ということで、今日はね、ちょっと朝からね、またフッツラボの草刈りしてきまして、暑いです。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。人血。はい、それではね、昨日思いつきました。レーザーディスクカラオケセット。はい、ということで、こちらね、レーザーディスクとモニターと、あと、レーザーディスクカラオケディスク。はい、これを、写真を撮ってですね、はい、メルカリの方にアップしていきたいと思います。はい、こちらですね、以前フッツラボでですね、真ん中に間仕切りがあったんですけど、そこにサッシがついてまして、そこのサッシを全部撤去した際にアルミとガラスと、ゴムと分解したんですね。はい、でその時に、この下ですね、サッシのここのこれですね、はい、この下の部分を取っときましたんで、それがこれでございます。はい、それでこれはですね、アルミ複合板というやつで、はい、これね、結構頑丈で、看板屋さんも普通に看板に使ってる素材でございますので、はい、ただちょっと汚いんでね、はい、一回白塗りして、はい、それで、カッティング塗装をやっていきたいと思います。はい、その辺もね、後でお知らせいたします、やり方をね。はい、ということで、はい、ということでね、アルミ複合板をね、ちょっと、ファザーの方に当ててみてるんですが、画角が思いっきり下向いてますんでね、はい、失敗しました。はい、1枚当ててみてどのぐらいの感じになるのかなと上げたんですが、全く見えませんでした。はい、ということでね、けれんですね、ちょっと、アルミ複合板の表面をですね、はい、デコボコを少し、落としまして、けれんして、そして雑巾で拭いてですね、はい、下地処理というやつですね。はい、
塗る前の、下地処理ということをやっております。でこれをね4枚にするのか5枚にするのか、ちょっとね今悩んでます。はい、あまり、看板というかねファザードの、いっぱいいっぱい、看板にするのもおかしいし、逆に、小さすぎるのも、見えないしということで、はい、ちょっとどうしようかなって感じですね。はい、一度塗り白塗りが終わりましたんでオープンタイム。ポン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 。はい、一度塗り、いたしました。おい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 、汚ねえじゃねえかよ、ムラだらけじゃねえかよって、思われてるそこのあなた、ご安心ください。はい、では2度塗り目いきます。それでは3度塗りいきます。はい、ということでね、やっと3回塗り、1回1回ですね、オープンタイムという、乾かす時間を取りまして、乾いてから、2度塗り3度塗りという形でやっていっております。3度塗りまでいくとね、だいぶ、ムラもなくなりまして、真っ白な状態という風に、なってきますので、もっとね4度塗り5度塗りすると、綺麗になっていくということでございますが、今回はほどほどに3度塗りで、仕上げておきました。はい、今日のピーちゃんでございます。ピーちゃん大きくなったかい。ピーちゃん今日はなんかおとなしいのかな。あっと来ましたね。はい、ですね、午後からはですね、こちら、レオくんのおっちゃんのうちの、カーポート、これ前回ね、夜中出せたんですけど、これの続きをやりたいと思います。こちらの依頼主はこちらになります。中やってます。ということで、はい、ということでね、いつもね、お店に遊びに来てくれたり、フッツラボにね、遊びに来てくれる、レオくんっていうちっちゃいねワンちゃんをいつも散歩させてる、おっちゃんの家でですね、はい、カーポート、立ててくれということで頼まれまして、はい、そしてですね、普通にカーポート立てるとね、風でぶっ飛んじゃいますんで、基礎をちゃんと作ってですね、アンカーを打って、はい、そして、テントを張っていくという形になります。ということでね、振動ドリルで、穴を開けまして、
オールアンカーを打ち込んでいくと、っていう形で、やっていきます。おっと、猫、タヌキなんだ。これはね、さくらちゃんって言って、おっちゃんちの猫ちゃんですね。ということでね、風がだんだん強くなってまいりました。テントを立てるにはですね、絶好の、強風となっております。ここね、普通もね、結構風が強いのでね、心配でございます。ということで、これ手元カメラで、振動ドリルでね、穴を開けていっております。で、ある程度高さまで穴を開けましたら、オールアンカーをね、打ち込んでいくということでございますのでね。じゃあ、サムさん、これ、穴開けてくんで、これで飛ばしてやっていっちゃってください。ということでね、いよいよアンカーが打ち終わりましたので、テントですね、まず屋根上のテント、から張っていこうと思います。結構ね、これ大きいカーポートなので、風がね吹いてくれなければいいんですけどと言いながらね、結構風が吹いてきました。そして、いよいよね、一番上のテントが張り終わりましたね。おっと、風でね、飛ばされそうになっておりますけれども、まずはね、四隅をね、きちんと止めて、下にね引っ掛けるところがありましたんでね、そこを引っ掛けて、まずは上のテントを張りました。そして今度は入り口とね、出口、方向の、テントを張ってきます。意外とね、なんか簡単な、紐みたいなやつでね、取り付けていくわけでございますがですね、こんなんで大丈夫なのかなと心配しながら、やっておりますけれどもね。そして入り口とね出口のテントを張りまして、そしていよいよね、横をつけていくわけです。これがね上から来てるやつと横から来てるやつと、こうマジックテープでね留めていく形になりますね。これ一回取って、それでここで貼って、それで最後これをやると。そういうことでした。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、看板、アルミ複合板を、白塗りいたしました。で看板をお金かけないで作る方法ということでやっていこうと思いますので、カッティングシートも、内小看板も、もちろんカルプ文字もいたしません。ということで、
アルミ複合板を白塗りいたしましたんで、はい、これからですね、カッティングシート、またこれをね、外注で頼みますとですね、お金かかりますんで、自分でですね、イラストレーターという、アプリがあるんですけれども、看板屋さんはみんな使っているというね、はい、そのイラストレーターを使って、原寸大の、文字データを作ってですね、はい、それを、A3 の紙にプリントアウトして、はい、でそれをですね、切り抜いて、そしてマスキングテープをしていくと、はい、そして、文字をですね色で塗っていくというような形でやっていきたいと思います。だからお金かけずにね、はい、やっていきたいと思います。ということで、以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらメンバーシップの方なっていただけると助かります。お願いいたします。お友達以上のメンバーシップでお願いいたします。あとね、投げ銭チャリティーみたいなやつもね、投げ銭みたいなのもありますんでね、サンクスボタンかなんかでありますんで、それもやっていただけると助かります。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月